ウェブに漫画を投稿したり、同人誌を作りたいと思っています。アドバイスをお願いします。まず、皆さんと一緒にこの漫画を見ていきましょう。1コマ目、コンビニエンスストアが見えます。2コマ目、これだ！主人公がコンビニで猫用の缶詰を手にしたみたいです。3コマ目、主人公は慌ててコンビニから飛び出しました。4コマ目、主人公が段ボールの箱に近づいてきたみたいです。5コマ目、いない主人公は何かを探してるみたいですね。6コマ目、どうしよう。主人公は猫用の缶詰を見つめて困っています。7コマ目、仕方なく主人公はその場を立ち去ったみたいです。8コマ目、主人公の後ろから何かがついてきたみたいですね。9コマ目、自宅に戻ろうとする主人公の後ろに女の子が。10コマ目、ついてきちゃった。かわいいショートヘアの女の子が。これはもしや猫の化身という漫画を送ってくれました。俺のアフレコが下手なのは気にしないでね。いつものことだけど、どうしても俺はこの漫画のアフレコをしたいんで、もうこれだけはちょっと俺やらせてほしいんで、俺一番みんなの漫画をアフレコするところを楽しみにしてるから。もう俺はこのアフレコに命をかけてるからね、もう。まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えしましょう。日常のワンシーンを切り取ってドラマにしてるっていうのがいいと思いました。漫画を描く人はファンタジーとかね、バトルとかっていうのを描く人が多いんですけども、実は少年漫画の中で一番求められてるのは日常的な様子を描いた漫画です。皆さんも少年漫画読んでいて、学園ドラマって一番多いと思いませんか？学園の中でファンタジックな不思議なことが起こったり、サスペンスっぽいことが起こったり、スポーツの話だったり、恋愛ドラマだったり、学校っていうのが舞台になってることが多いでしょう。実は少年漫画ではファンタジックなお話よりも日常プラスファンタジーっていうのが一番好まれるのね。でこの漫画っていうのはまさにそうじゃないですか。主人公がコンビニでお買い物する、これは誰でも経験している日常の様子ですよね。そこに猫の化身と思われる女の子が現れた、ここはファンタジーじゃないですか。日常プラスファンタジー、これは少年漫画の王道、一番好まれるスタイルなんですね。それが書かれてるっていうのはすごくいいですよね。それとセリフに頼らず絵で状況を表そうとしてるのがいいと思いました。漫画の初心者さんたちはどうしても起こっているドラマを言葉で説明しがちです。この透析兵さんも漫画を描き始めたのは遅かったそうです。だけど僕の動画でね、漫画はセリフに頼るなっていうことをよく言ってるからだろうね。なるべく言葉に頼らず絵で状況を読者に分かってもらおうっていうふうに一生懸命書いたのがよく伝わってきました。そこ難しいし、やろうと思ったらめんどくさいことなので、透析兵さんはすごく頑張ったと思います。それと今の話にも通じることなんだけど、全体的に一生懸命書いてることが伝わってきますよね。正直言って画力はまだまだだと思います。だけども漫画の面白さっていうのは画力が全てではありません。読んでる人に伝わること、これが一番大事なので、背景描いたり小物描いたり、状況というものを想像力を巡らせて大切に描いてるなっていうことが伝わってきました。そこがこの漫画原稿を採用させていただいた理由です。それではこちらの漫画、どこを意識すればもっとレベルアップするのか、ネームを書くことで見せていきます。はい、こんな風にネームを書かせていただきました。ネームというものは
本来はこれぐらいラフに描かれるものなんですが、これでは動画を見てる人たちが漫画になった時の様子を想像しにくいので、もう少し絵を入れたものを用意しています。こちらは完成原稿ではありませんのでご了承ください。この東石平さんの漫画で僕が一番気になったことはコマ数が多いということです。これ1ページに10コマ入ってるんですよね。ちょっと詰め込みすぎかな。コマをたくさん描いたら1コマが小さくなってしまうので、漫画を描く方も絵が描きにくいし、読者の方もごちゃごちゃちまちましていて読むのがしんどくなってしまいます。もう一つはちょっと話が分かりにくいっていうところかな。最後まで読んでいったらこの主人公がどうしてこんなに慌てていたのか、どうして猫の缶詰を買ったのかっていうことが分かるんですが、読者の方がしばらくストーリーに付き合わないとそうだったのかってわからないところがちょっと不親切かなというふうに思いました。なので僕はこんな風にネームを書き直してみました。まず10コマあったコマを僕は6コマまで少なく減らしました。1ページに入れるコマ数というものは何コマ入れても構いません。極端に言うと1ページに1コマでもいいし、1ページに30コマ入っててもいいわけだよね。だから10コマ入れてはいけないと僕は言いません。ジャンプなんてね、割とコマ数が多い漫画が多いっていう風に言われてますよね。だけどですよ、僕はあんまり1ページにたくさんコマを詰め込むのはおすすめしません。今言ったように書くのが大変になるし、コマが小さくなれば絵も小さくなっていくし、絵が小さくなれば漫画の主張も小さくなってしまう。それからそれを読む読者も細かいのを追いかけていかなくちゃいけないので読むのがしんどいんですよ。今これ A4 サイズぐらいの大きさで書かれてるからまだいいんですけども、実際の単行本はこれぐらいの大きさですよね。もっともっと縮小されるわけですよ。だから漫画家は自分の原稿が読者に届く時は小さくなってるっていうことを考えながら書かなきゃいけないので、例えば今だったらスマホとかで読む人も多いじゃないですか。漫画ものすごいちっちゃい、拡大することできますけど、毎回一コマごとに拡大するのもめんどくさいので、あんまりコマが小さくなることっていうのは僕はおすすめしないんですね。じゃあ1ページに何コマぐらいが適量なのっていうことなんですが、僕はだいたい5、6、7コマ、これぐらいを進めています。1ページにどれぐらいのコマ数を入れていいか迷う人は5から7、5、6、7コマぐらいが適量だと思ってください。例えば僕はこのページ6コマまで少なくしました。これだけでもだいぶ見やすいような気がしませんか？コマを減らしてもちゃんと読者に同じ状況を伝えることができます。1コマ目、主人公が慌ててコンビニのレジに駆け寄って猫缶くださいっていう風に自分で探す前に店員さんにも言ってるわけですよね。これだけで主人公が慌ててお店の中で猫缶を探してるってことが分かります。だけどこっち側は2コマ使ってますよね。コンビニを見せといて猫缶のアップ。これだったら主人公がこのコンビニの中で買ったってことが分からなくはないんだけど、外側なんでコンビニの景色が中を描いとくことで中から外に飛び出したっていう風に次のコマにもつながりやすいですよね。同じようなコンビニの背景を描くのであれば僕は違う絵を描いた方がいいと思います。で、いないって探すシーンですよね。これも僕は猫が捨てられていたと思われる段ボール箱に駆け寄った。だけどその猫はいない。こんな風に表すことができますよね。この次のコマで猫缶を見ながらどうしようっていう風に言ってますが、僕はここでいないっていう風に言わせました。この3コマ目で何があったかまではここでは明確ではないので、4コマ目まで読むと可愛がってくださいっていう箱がある。これは捨て犬とか捨て猫とかが入っている箱だっていうのが分かりますよね。こういう風に書いてあったら何か動物がいたんだろうと。だけどもう空っぽになってるからいなかったっていうことが伝えられると思います。で、この7、8コマ目、これも、丁寧といえば丁寧なんですけども、2つに分ける必要があるのかなって僕は思いました。
同じようなシーンが続くじゃないですか。一コマでバチッと決めてほしいんですよね。読者は同じようなコマが続くと退屈してしまいます。同じものを繰り返して見せられると。だからなるべく一コマでバチッと一発で決めてほしいんですね。だから僕は一コマだけにまとめました。これだけでも十分主人公が肩を落としてその場から去っていって、後ろから何者かの生き物がついてきてる、主人公を見てるっていうことが伝わると思います。小さいとこなんですけど、ちょっと僕が疑問に思ったのはここの主人公の音符ですね。前のコマでいない猫ですよね。猫がいない、どうしようって言ってるのに、なんでルンルン気分で口笛吹いて帰ってんのかっていうのがちょっと僕は分からなかったです。ここは肩を落としてがっくり帰る方が僕は人間の心理としては自然だと思います。だって自分のお小遣いを使って猫缶買って、それでもその猫がいなかったわけですから、普通ならああって思うと思ったので、だから僕は肩を落として帰るっていう姿にしました。で、最後のこのついてきちゃった、これはこのままでもいいかなって思うんですけども、このついてきちゃったこれが可愛いんですけどね、これが可愛いので僕はいけないとは言えないですよ。いいんですけども、これもやっぱりついてきたっていうことをちょっと言葉で説明しちゃってるなって思ったんですよ。だから主人公の後ろからこの女の子がピョーンって飛び出してついてきたっていうことが絵でわかるようにしました。この子は猫の耳と尻尾が生えてるし、その前のコマで猫の人影っておかしいが、猫影、猫は人じゃないね。猫は人じゃないから人影って言わないか。猫の猫影があるので、次のコマでこの影とこの女の子が何か関連性があるっていうのは分かると思うんですね、読者は。なんだろうと思って次のページをめくりたくなると思うので、ついてきちゃったって言わなくても読者に伝わるんじゃないかと思ってピョコっていう効果音だけにしました。で、主人公の顔を描くことで読者が感情移入しやすくなるって言ったらいいのかな。この漫画は読者はこの主人公少年の立場で漫画を読んでるはずなので、これも階段の上から主人公の視点だと僕は思ったんですけども、いつ振り向いたんだってちょっという感じがするというか、ちょっとやっぱすっ飛ばしてるんですよね。こんだけ細かく書いてる割には、じゃあ彼が振り返ったっていうところは書いてないんだなっていうか、これを書くんだったら僕は彼が振り返ってついてきちゃったがある方がいいんじゃないかと思いましたね。だってドラマチックなのってこの少女と出会うとこだから、彼がとぼとぼ帰るとこなんてそんなに読者は見たくない。それよりも早く少女と主人公が出会って、こっからこの2人に何が起こるんだろうっていうことの方がワクワクするんですよ。だからコマをたくさん使うんだったらそっちに使ってほしいっていう感じがしましたね。これは一つの例ですが、こんな風にすれば10コマを6コマに半分ぐらいまで減らすことができますし、セリフにも頼らず状況を表すことができるということです。それともう一つのちょっと導入部分が分かりにくいというか、最後まで読まないと彼がどうしてこんなに慌てているのか、どうして猫の缶詰を買ったのかわからないっていうことを言いましたが、これぐらいコマ数が少なければ読者が付き合うコマが少ないので、すぐにここまで言ってくれるじゃないですか。だから1コマ目で彼が慌てていたり、なんで猫缶を買ったのかっていう疑問が起きてもここまでついてきてくれるんですよ。それはコマ数が少ないからなんですね。なるべく読者の考える時間を減らす。漫画は言葉に頼らないでおこうとすると、ついついこんな風にコマ数が多くなってしまうという人が多いです。絵で一つ一つの状況を見せなきゃいけないという心理が働くからだと思うんですね。ここはどこか、場所を書かなきゃいけない、主人公の今感情を書かなきゃいけない、今主人公が持ってるものを書かなきゃいけない、場所が動いたことを書かなきゃいけないみたいに、あれもこれも書かなきゃいけないと思いすぎてしまって、それを一つ一つ書こうと思ったらコマ数がどんどん増えていってしまうという風になる人が多いと思うんですが、それをネームの時点でコマが減らせないかっていうことを考えてほしいんですよ。例えばこれは完成原稿ですけど、これがネームだとしたら、この2つのコマは1個に合体できるな、この2つのコマも1個に合体できるな、
この2つも2個に分ける必要ないなっていう風にそこで整えてほしいんです。そのためにネームというものを書くんですね。ネームを書いて整えない人が多いです。漫画の初心者さんはネームを書くには書くんだけれども、そこからコマを増やしたり減らしたり大きくしたり小さくしたりっていう風に整える人がほとんどいません。ネームは何のために書くのかというと、こんな風にコマを減らしたり無駄なものを省いたりする、そのために絶対書く必要があるものなんですね。だから編集さんとかに自分の漫画持っていた時に、このシーンいらないよねとか、このコマなくても意味が通じるんじゃないとかって結構よく出てくる言葉なんですよ。これをネームで漫画家自身が確認して、無駄なコマはないか、読者にストレスをかけるようなコマはないかっていうことを考えながら整えていくことで、ストーリー構成力や演出力というものがついていきます。漫画原稿を書くヒントにしてください。あなたの漫画はもっと面白くなります。セリフに頼るな。じゃあ絵で描こうとしたらコマ数も減らせ。一体私たちはどうすればいいの？漫画描くの難しすぎるって思いながら聞いてる人もいると思うんですけど、いや本当まさにその通りで難しいと思います。僕は漫画描くの。インパクトや迫力がなくなるとどうしてダメなの？別にいいじゃんと思う人いるかもしれないですけども、理由は他の漫画に負けるからです。ウェブで漫画を出してる人とか同人誌の人もやっぱり同じだと思います。バーンってインパクトがあって大きく書かれてる作品の方がたくさんいいねをつけてくれたりとか、あなたの漫画はもっと面白くなります。ハイトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。